場所は東京都の近郊で車で1時間以内のところにあって、この場所っていうのは原始時代の遺跡がすぐ奥に埋まってるんですけど、この辺が開発されずに残ったんですね。手を入れない森、大きい庭を持っているようなこの場所に家を建てようと決めました。値段がびっくりするほど安かったんですね。建物は3階建てで、木造の建物ですね。面積はおよそ100平米ぐらいです。建物の形は多角形形状にしてガラスを多く用いて、できるだけ光や景色が感じられるような建物にしたいなと思いましたね。設計作業はだいたい1年ぐらいかけて、この周りの森が発想の源となっているんですけど、手つかずの森なので、いろんな樹種とか大きさとか形の木がランダムに配置されているんですね。それはある種の雑さを持った、その柱の大きさであったりとか、いろんな方向に出てる筋交いであったりとか、模型を使ってスタディをするんですけど、周りの森と同じような雑さを持った構造体を計画しようっていうのが、一番大変でしたかね、設計の時は。家族との時間も保ちつつで、仕事の時間も保ちつつ、食事を一体にしました。1階が主に仕事場になっていて、床の高さを変えてスタッフとかインターンの人たちが作業してる人と、目線がずれる、人間同士があんまり混み合わないっていうか、ごちゃごちゃしないように設計しました。開口部をできるだけ設けて、床の高さを上げているところっていうのは、川を通すっていうことと、森と集落との空気の流れっていうのもあるので、それを森の方に返すというか。2階3階が住居部分になっています。僕は山登りが好きなんですね。一番頂上っていうのはいろんな人が集まってワイワイするような場所なんですけど、でそこからちょっと下がった場所に人が点在するように居場所を見つけてご飯を食べてたりする、休憩してたりするんですけど、その居心地の良さっていうのがこの建物にもあるんですね。ダイニングスペースっていうのは床の高さも2階では一番高く設定して、キッチンスペースだとか子供室だとか少しレベルを下げて、それぞれバラバラに居場所を見つけて過ごしていて、で、食事になるとみんながダイニングテーブルにバーッと集まってくるっていうような毎日の過ごし方をしてます。山登りの経験から来た設計が生かされていて、階段も機能的に上り下りする場所ではなくて、ちょっと腰掛ける座れるような場所があったりだとか、いろんな道があるんですね。ぐる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 回遊できるような場所にしてます。階段を降りて洞窟のような場所にお風呂があったりとか、2階に登ってくる途中に洗面を置いて、鏡も作用して緑に囲まれたような場所で気持ちいい朝が迎えれるような場所に洗面を設けてます。2階から3階へは外階段と、あとはしごを使ってアプローチできるようになっていて、屋上のルーフテラスが主には2箇所あります。食事したり、外で仕事も晴れてる時にはしたりしてるんですけど、ルーフバルコニーの前の木がすごい速度で成長していて、建物ができてから半年ぐらい今経ってるんですけど、だいたい1メーターぐらい建物の中に侵食してるんですね。森が迫ってくる感じがしてます。真夏の暑い時に木で屋根を作ろうかなと思っております。
もともと山が好きで、あとキャンプも好きだったんですけど、この家ができてからあまり外に行かなくなったっていうことがちょっと問題ではあります。朝起きる時にはもう必ず鳥で起こされるぐらいで、こうどんどんこう起きる時間が早くなっていて、朝起きて散歩をしたりとか、子供走り回れてね、こう楽しくって、夜も暗くなったらこう月明かりの下でこうちょっとお酒飲みながら早く寝てとか、これほどこう自然と停滞して生きてきたことはなかったですね。僕としたら、ある種のワクワク感を持っていて、もっとこう森とこう一体になれるようにどんどん伸びてほしいと思ってます。